庭菜園ライフ。目黒区で農園をしている川西です。同じく目黒区で農園をしている西川です。今日は番組の前半では地域ごとの種のまき時についてをご紹介します。また番組の後半ではいつものように9月の12日から9月18日に配信された動画にいただいたコメントにご回答していきます。今日東京は今台風が近づいてきています。もう通り過ぎたかもしれないですけど、通り過ぎたくらいですか、はい、だけど風は時々突風が吹きますね。そうですね、さっきも種袋がバーンって飛んできましたね大変皆さんのな状態で、ね、ちょっと菜園の状況も心配になるところですが、皆さんの菜園大丈夫でしょうか、特に支柱が倒れたり、はいしているところがあるかもしれないので、少し雨が止んだら、ちょっと見ていただいた方がいいかもしれないですね。そうですね、こういう時こそしっかりチェックして確認して、次に生かしていただくというふうにね、考えていければと思います、それでは行ってみましょう。家庭菜園ライフ。今日は、種の地域ごとのまき時について考え方をご紹介したいと思います。というのも、よくですねこの番組にこの地域ではどうですか、この地域ではどうですかってご質問をいただきます。結構地域によって違いますよね、まき時ね。そうですね、種のまき時というのは種ごとの発芽適温というのがありますから、その発芽適温が到達したところでまくというのが基本なんです。よく種袋の後ろを見ていただくと発芽適温という表現が入ってます。このキュウリの場合、約20度から30度が発芽適温で、実際の生育はもっと低い温度でも十分生育はするんですが、発芽の時にはかなり高い温度が必要だということですね。発芽適温という考え方をまず抑えるということですね。でこちら九条ネギなんですが、これは15度から25度ということで比較的低い温度でもいいと。意外と種ごとに植物ごとに特性が違っているということですね。みんな違うということですね。まずそうなりますと、基本的には種袋を確認してもらうと情報が取りやすいということですね。そういうことですね。まずは種袋を見ていただく。それからもう一つ重要なことは、この発芽適温というのは、気温ではなくて土の温度だと、ということを覚えておいていただきたいですね。適温という表現だけしかしてないのとかありますけれども、括弧書きで、これは地温ですと書いているのもあるんですが、あくまでも種は土の中に入りますので、土の温度だということを覚えておいていただきたいなと思います。そうなんですね。そうするとやはりこの気温なのになんかうまくいかないなっていう時があると思うんですけど、ちょっと外気の気温で考えていたということになりますね。そうですね。で、地温と外気って結構やっぱり差があるものですか？差がありますね。冬場になると地温の方が外気の気温よりも高い。だいたいお昼の間にどんどん温まりますから、それが保たれているんで、だいたい地温が平均で2度ぐらい気温よりは高い。で畑なんかで黒いマルチを張った畑の中ですとだいたい7度ぐらい高くなります。7度も高くなるんですね。そうです。だからマルチを張った土地の畑で蒔いた場合は露地にそのまま蒔くよりもやはり育ちやすいと、発芽しやすいというのがありますので、それを見ていただいたらいいと思います。実際にどうやってその地域平均気温から地温を求めようかということで、例えばこのような温度を測る温度計、地温を測るものなんですが、これで測ってみるというのはいいんですが、あくまでも平均ですから1日の間に何回もやらないといけない。少なくとも朝1回、昼1回、夕方1回、それで平均を取るということが、そうです。それが必要になるんで、かなり苦しくなります。でもう一つやり方はウェブで見ていただいたら地域ごとの年間の平均気温推移というグラフがあるんです。そういうのが発表されてるんですか？そうですね。それを見ていただいて、それプラス2度で地温ですから、でそれが発芽適温の範囲に入ってたらまき時だというふうに考えていただいたらいいと思います。わかりました。これは去年実験的に作ったものなんですが、発泡スチロールの箱の中にヒーターを入れています。このヒーターをサーモスタットで温度管理をして、平均だいたい25度ぐらいになるようにして、
きゅうりの苗を育てました。そうしますと、だいたい1週間で発芽して2週間ぐらいで、ポットに移植できるような状態で、その後は、普通の苗床などで、育てることができますので、こういうものを使えば早く種まきもできるということですね。少し値段が張るんですが、1万数千円出せばできた育苗ポットというのがありますので、そういうのを使われるのもいいかもしれません。ちなみにこちらはお値段どれくらいかかって作ったんですか？これはほぼそうですね、ヒーターが1500円ぐらい、サーモスタットが2000円ぐらいですから、5000円はいかないですね。あ、そうですか。それなら、工作好きな方だったらいいかもしれないですね。そうですね。秋巻きということになると、やはり今年も暑かったですし、またちょっと別のことを気をつける必要がありますか？そうですね。秋冬野菜の種まきっていうのはだいたい8月の後半ぐらいから始めるんですが、8月の初めからまいて早く収穫したいというふうに思った場合もちょっと問題があるのは、平均の地温でそうですね30度を超えてしまうと種が焼けて死んでしまいます。もう太陽熱消毒されちゃうってことですね。他の有機物と一緒にも死滅させられてしまうわけですね。ですから8月の前半から種をまくっていうのは少しやめた方がいいと思います。もしそれでもまきたいという時はそうですね、寒冷車なんかで覆いをして、地温があまり上がらないような状態を作った上でまいていただくということが必要ですね。あと、どうしてもやりたいという方は一つの方法はゴムホースとかビニールホースを地面の中苗床に埋めてしまいます。それで水を少しずつ流すると温度が上がらないんで、問題なく苗が育つという方法もあります。その後は植え替えればいいです。あくまで育苗とか発芽して苗の元になるところまでそこで導いてあげて、しっかり定食はまた別にすればいいと。それはいいですね。まだ9月これから、気温下がりそうなんですけど、また暑かったですからね、地温が下がってるか微妙なので、そういう方はそういうコントロールするやり方をやってみるといいですね。そうですね。根っこの温度だけはきっちり管理してあげないといけない。種まきのタイミングについては見極めをしていただければいいかなと思います。意外とね、なんとなく温度この範囲に入ってるかなって思って失敗しちゃうことってあると思うのですが、今日ご説明いただいたような地温の問題ですとか、秋なのか春なのか、それによっても状況は変わってくると思いますので、種袋の情報はそういう風に巻き時作られてるんだよってことを今日はね勉強させていただきました。皆さん巻き時をしっかり捉えていい野菜作ってみてください。家庭菜園ライフ。それでは9月の12日から9月の18日に配信した動画にいただいたコメントにご回答します。まずですね、9月14日に配信されました太陽熱消毒以外での消毒2選の動画にいただいたコメントを2つ紹介します。次亜塩素酸水およびオゾン水の皮膚接触や飲料時の人体の毒性等についても教えていただきたいです。そうですね、皮膚接触に関しては次亜塩素酸水そのものは水道水に含まれているものですから濃度が減っていれば心配ない。消毒に使うのは濃度が結構高いですから、触られるときはやはり、ビニール手袋なんかを使っていただいた方がいいと思います。オゾン水の場合は半日もあれば分解してしまいますので、大きく心配することはありません。オゾン水もですけど、オゾンの気体も少し心配なので吸わない方がいいですか？ちょっとこれでは直接的には違う話ですが。それは心配ないです。オゾン水、オゾンが溶け込んだお水が実際に殺菌をして、その状態ではオゾンがすべて酸素に変わりますので、気体は心配ありません。そうですか。わかりました。手袋を使って作業していただいた方がいいということですね。続いてですね、消毒することによって土の中の菌などはどうなりますかというご質問です。これはですね、大体太陽熱消毒も同じなんですが、表面から10センチから15センチぐらいまでのところを、狙って消毒をしています。で、そこから下へどんどん染み込んでいってももうすでに、分解が始まってますので、下の方は死なない。太陽熱消毒の場合もだいたい15センチぐらいです。この表面の作動層の
微生物のバランスが崩れているのが一番問題なので、なるほど。ここの作動層の微生物を一旦全部死んでもらう。全部死んじゃうんですね。そうです。でそうすると、深いところにある菌が、上に上がってまた発生してくるんですけど、その時にバランスよく出てくるので、それでバランスの良い作動層が出来上がると。面白いですね。最初一回死滅したらその後に出てきたらバランスは整うという考え方ですね。続いて9月16日に配信されました9月中から後半の大根のお世話に動画にいただいたコメントです。あらかじめ防虫ネットに虫コナーズを吹いて貼ったらどうなんでしょう。雨で流れたら終わりですがということですか。それも効果があるとは思いますけれども、虫コナーズも化学物質ですから、その化学物質が野菜についたりしても構わないというふうな方でしたらやられてもいいんじゃないでしょうか。ただあまり気分がいいものじゃないんで、できれば防虫ネットに噴霧する場合でも唐辛子焼酎液とか発火水とかそういうものを使われた方がいいんじゃないでしょうかね。ネットに散布するっていうのは効果高いと効果あります。効果あります。ただ流れるのも早いですけど。そうですね。こまめにやるっていうのがいいですよね。はい。続いて9月17日に配信されました新食い虫対策の動画にいただいたコメントです。唐辛子焼酎をご紹介したんですが、希釈倍率を教えてください。あと虫も分かりづらいので写真など見せてくださいということです。まず新食い虫の虫はこのような虫ですね。すごくちっちゃくて見つけづらいのが難点というか手強いポイントですね。大きくなってくると少し見やすくなりますが、最初は本当にもう虫なのかわからない大きさですよね。なのでちょっとこちらの写真を見ていただいて、でも実際は本当に糸くずだって思っていただけると、それで心の準備をしてもらいたいですね。そうですね。はい。で、唐辛子焼酎の倍率ということですけれども、こちらちょっと分量と希釈倍率紹介します。でまず原液を作ってそれを薄めます。で原液の作り方は 1.8 リットルのホワイトリカーに唐辛子を5本くらい刻んだものを漬け込むと。でこれで原液を作ります。で薄める倍率が水1リットルに対してペットボトルのキャップを半分3ミリリットルの割合で希釈してください。でそうしますと、ちょうどいい倍率になるということですね。濃くすると、野菜にも悪影響が出ますので、あまり濃くしない、一番重要なのはこまめに巻くということですね。やはり1週間に1回ぐらいは散布するっていうのがいいんじゃないでしょうか。はい、ぜひやってみてください。今日は、番組の前半では地域ごとの種の巻き時について、後半では9月の12日から18日に配信した動画にいただいたコメントにご回答しました。秋の長めの季節にね、もう一気に入ってきてしまって、対策としてはどういう風にしていったらいいですかね。そうね、やはりこれから問題になるのは水はけでしょうから、水はけの対策をやっていただいた方がいいと思いますね。こちらの農園でも一部のところで水はけが悪かったんで、地中に穴を開けるドリルで穴を掘って、それでもまだ水が流れきらないので長い支柱を差し込んで、ついに、昨日その粘土層を破って、一気に水はけが改善されましたから、やはり水はけが改善するように頑張っていただくのがいいんじゃないでしょうかね。あとはこういった風で倒れないように支柱などでしっかり対策していただくといいですね。また通路などに比べて畝間がすごく低くなって作ってしまうとそこに水が流れ込んでしまうので、それにも注意が必要で、水はけの話の延長ではあるんですが、こういった雨が降った時に水が溜まってるのを実際にね目撃することになるので、大丈夫じゃないかなと思ってこうね穴を掘ってしまうとこういうことになっちゃうんだよっていうのを体感しましたね。なのでこういう機会にしっかり対策をしていただけるとこれから先のね秋の収穫シーズンに備えていいと思いますので、ちょっと頑張っていきましょう。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。